ばんは。今日もサブチャンネルを撮っていきます。今日はお茶を飲みながら雑談しようかな。かわいい。1ヶ月前くらいにいただいたコメントがあって、どんな内容かというと、いつも動画からほのぼのとした空気感を感じています。自分のペースを常に保ててすごいなって思います。辛いこととか嫌なことがあった時はどのように乗り越えているのか知りたいですっていうコメントでした。コメントありがとうございます。今日の動画はこのコメントについて話していこうと思うんだけど、生きてたら辛いこととか嫌なことは絶対あるはずで、例えば今年私の身の回りに起こった辛いことで言うと、大切な人とのお別れがあったっていうことかな。心の準備はできてたんだけど、やっぱりお別れは辛かったから、あの時はおいちゃんの前で泣いてましたね。車に乗って移動中だったんだけど、車内で私が沖縄の音楽をかけていて、その歌詞と私のその時の心境がすっごいマッチして、気づいたら涙が出てるみたいな。おいちゃんはね、普段すごいふざけたりとか踊ったりするタイプなんだけど、やっぱりそういう時は親身になって私の話をね聞いてくれたので、それがねすごく助かりました。辛いことがあった時は、辛いこととか嫌なことの内容にもよるんだけど、私は家族に話したりとか、そういう話ができる身の回りの人に話を聞いてもらって、私自身もその話をしながら私の中でも心の整理ができていってるのかなっていうのは思います。でも基本的に嫌なことは私の中で解決することが多いかもしれない。その嫌なことが人間関係とかだったら、もうできるだけその人には会わないようにするとか、その場所には行かないようにするっていう風に自然とそうやってる気はします。そうですね。だから今こうやって思い返してみると、最初は自分一人で解決できそうなことは解決しようって頑張るんだけど、もうそれが無理だってなったり、これはもう誰かに話を聞いてもらいたいってなったらやっと話すって感じかな。で、私ね、自分の中ですごく私はこれができるって思うことがあって、自分の機嫌を自分で取ることがめっちゃ得意だと思ってるんですよ。例えばお家にいすぎてなんかモヤモヤするなって思ったら、近所のカフェに行って甘いものとコーヒーを注文して、それだけでモヤモヤがなくなったりとか、あとはちょっと悩んだりしたら本屋さんに行くとか、もしこういうことで悩んできたらここに行こうとか、そういう場所が自分の中で決まってるから、あまり自分の中でモヤモヤが続かないっていうのができるのかもしれないです。あと最近はその中で温かい紅茶を飲んでリフレッシュするのにハマってて、前カルディに行った時にアールグレイの紅茶を買ったんだけど、それからまた紅茶とかお茶を飲み始めるようになって、それまではコーヒー7割紅茶3割ぐらいを毎日飲んでたんだけど、最近は紅茶とかお茶系の割合が増えてますね。今日もこんな感じでねお茶を飲んでたんだけど、今日飲んでるお茶がこちらごぼう茶です。ごぼう茶は体にもいいみたいで、むくみ対策とか、あとエイジング対策に最近から飲み始めました。このごぼう茶初めて飲んだんだけど、ごぼうの香りもすごくて、おいちゃんも弟も美味しいって飲んでくれるから、週5ぐらいでお茶会を開催しています。あとはお気に入りのマグカップを使うっていうのもポイントです。自分の機嫌を取るために。こういうのも買ってみました。カモミールフラワーっていう紅茶で、これはねスーパーで買ったんだけど、香りは入浴剤の香りがします。でも味も飲みやすくてすっごいリラックスできるからおすすめ。これはまたリピ買いする予定です。先日沖縄から私の家族がうちに来たんだけど、妹が沖縄から何か買ってくるのあるって聞いてくれたから、三品茶をね買ってきてほしいってお願いしたんだけど、その三品茶もよく飲んでいます。あとは毎月ある鉄分不足の日、こういうドリンクを飲むようにしています。鉄分のドリンク、数ヶ月前くらいに飲んだ時にめっちゃいいじゃんって思ったから、そこからは毎月ね買うようにしてます。今回はこのラブレっていうもの
これが3本セットでスーパーで売られてて、これを買ってみたんだけど、いつもは紙パックに入っているタイプのヨーグルトの鉄分みたいな名前のドリンクがあって、それもよく飲んでいます。これもおすすめ。これも美味しかった。あと他には、私甘いものがめっちゃ大好きで、食べてる時は美味しいって幸せな気持ちで食べられるんだけど、翌日にすぐ肌に不調が現れちゃうから、できるだけ体にいい甘いものを食べたいなっていうことで、おやつ感覚でこういうさつまいもを蒸して食べています。さつまいもってめっちゃ美味しいのに腹持ちもいいから、本当にお気に入り。彼と茨城に帰った時は帰りにも買ったりするんだけど、近所のスーパーでもよくさつまいもを買っています。でいつもは炊飯器で蒸すことが多かったんだけど、せいろを手に入れてからはもうずっとせいろで蒸してますね。せいろにこの輪切りのさつまいもをこうやって縦に並べて、それを15分蒸して5分から10分くらいそのまま火を止めた状態で置いておくんですよ。もうそしたらすぐ食べられるくらいの柔らかさになってて、めっちゃ手軽に食べられるから嬉しい。1階で仕事をしているおいちゃんにもよくはい差し入れって言って小皿に入れて持って行ってます。20代前半とか10代の頃は自分の体のこととか全く気にせず、好きなものも好きなだけ食べる生活をしてたんだけど、やっぱりね、もう30代になってからはたまには甘いものとかお菓子も食べるんだけど、できるだけ体にいいものを取るようにしてます。でそれをやることによって私もハッピーになれて、自分の機嫌のいい日が続くっていう感覚ですね。でもこのごぼう茶は飲みすぎるとダメっていうのを知って、1日2杯ぐらいで飲むのをやめるようにしてます。飲みすぎるとお腹が緩くなったりとか、あとはお腹が張ったりとかするみたいです。こんな感じかな。じゃあまとめると、辛いこととか嫌なことがあった時は、まずは自分でどうにか解決できないかなっていう風に考えて、紅茶とかおやつ時間で自分で気持ちを切り替えるっていうことをして、それでもやっぱ辛いなとか嫌だなって思うことは周りに相談して、その相談に乗ってもらったり話を聞いてもらって解決するっていう風にしています。本日もご視聴いただきありがとうございました。サブちゃんの撮影が終わったら食べようと思ってた。喋ってる時にずっと食べたくて仕方なかったです。私はお芋を食べるときこうやって皮を剥いて食べるんだけど、私の弟はね、皮ごと食べてました。皮ごと食べても問題ないのかな。さつまいもめっちゃ美味しそう。いただきます。